妖怪の話が出るところに俺様ありだ。第5章第1話妖怪退治屋幻に見るうつつ時。原作語り春美月。おりゃあ、山の静寂は一人の大男の雄たけびによって切り裂かれた。巨大な両手持ちの斧をブンブンと勢いよく振り回し、熊のような大男は茂みをザクザク自分の巨体が通るにふさわしいほど切り倒しながら前に進んでいた。しつこいほどに切っても切っても枝から枝へとだらんと垂れ下がるツタが大男の豪快な斧振りをさらに景気づけた。触ればチクチクしそうな黒いハリネズミのような短髪の頭。身だしなみなど生まれてこの方一度たりとも気にしたことがないようなだらしのない武将髭。狐も顔負けのつり上がった細い目とがっちりした体型とは不釣り合いな肉がたっぷりついた団子っ鼻。その団子っ鼻の大きな穴をヒクヒクとさせて、大男は犬のようにかすかな匂いを嗅ぎ分けようとしていた。ふん、ふんふん、ふんふん。くせえぞ。大男はブツブツとつぶやきながら、切り倒した草木の香りの中に混じる臭い匂いのする方に進もうとした。しかし、どこから匂いがしているのかと何度確認しても、そこら中から匂いがしているので、前後左右、どの方向に突き進むべきか、皆目わからなかった。それもそのはず。むせ返るほどの草木の香りに混じっている異臭は、何者でもない大男そのものの体臭だったのだ。大男は鼻がとてもよく効く上に、頭が少し弱かったので、この異臭が自分の体臭だということに全く気づいていなかった。彼はかれこれ小1時間ほど匂いの主を探していた。くせえな。よーし、今度こそわかったぞ。あっちの方から匂うぞ。大男は見当違いも甚だしいほど勢いよく山の中を突き進んでいった。もちろん、いくらさまよったところで何かが見つかるわけがない。匂いをたどれていないどころか、自分の体臭だということにすら気づいていないのだから。なぜ大男が匂いをたどって山の中をさまよっているのか、それを知る者は必ずと言っていいほど大男を笑い飛ばしてやじった。大男の名前は莫司。妖怪退治をなりわいとしているものの、正真正銘とは真逆の偽物だった。しかし、本人は至って本物のつもりである。そんな莫司を笑いの種にして、酒場では男どもが大いに盛り上がるのだ。妖怪退治屋などと名乗るより、山賊だと名乗った方がいくばくか合っているぞと。その都度、莫司は口癖のように言ったものだ。やいやい、
人を見かけ姿で判断しちゃいけねえって聞いたことぐらいあんだろう。もちろん、帰ってくるのは豪商の渦ばかり。本当に妖怪退治屋だって言うなら、退治した妖怪をここに持ってきてみろ。そうすりゃ誰もお前を疑ったりなんかせんわい。だけどお前、今まで一度もそんなもの持ってきたことなかろうが。そりゃ無理ってもんだ。だって、こいつただの盗賊崩れだぞ。わはははは。隣町で先月、化け狐が大暴れだったそうじゃないか。行ってこいよ。酒場の客たちがやんややんやとやじった。そして期待を込めた目で博士を見るのである。なめんじゃねえぞ。持ってきてやる。妖怪の一匹でも二匹でも何匹でもとっ捕まえて退治して持ってきてやるぞ。博士は総短歌を切って酒場を飛び出していった。酒場の客はその姿を見るのが楽しくて面白くて、こうやっていつも博士をからかっているのである。博士が去った酒場は最後の一人が家に帰るまで博士の話を酒の魚にして飲むのが一番の楽しみになりつつあった。博士は酒場を後にすると、月の光がしらしらと降り注ぐ川辺で座り込んだ。赤ら顔になった頬をゴシゴシこすって、さてどうするかと考えた。博士は頭が少しだけ弱いが、人としては馬鹿ではなかった。彼にはたった一つ生涯背負うと決めたことがある。決めたというよりは、そういう生き方しかできなくなったという方が正しいのだろう。大それたことではないし、何か大義があるわけでもなかったが、ただただ妖怪と関わろうとすること。それが彼の生涯の決め事だ。妖怪退治屋を名乗るのもその目的のためだった。この乱世の時代を生きていくのはただの人であってはいけない。腕力はあるが、技術も知恵もないのは自覚していた。いつどこで突然何のためかもわからない理由で火矢が飛んでくるかわからないし、何も飛んでくるのが火矢とは限らない。普通の人間では到底及ばないような不可思議な力に突然襲われることだってあるだろう。川辺に揺らぐ月を眺めると、博士の腹の底からため息がこぼれた。博士は今はもういない家族を思った。遠い遠い記憶にある故郷を思った。そこそこ栄えた街中で、大きくも小さくもない家で生まれ、そこそこ平凡に暮らしていたが、ある日、近所の子供たちと野原で鬼ごっこをして、たくさんたくさん走り回り、気持ちいい疲労感の中、家に帰ろうとすると、なぜだか家をたくさんの人が囲っていた。烏帽子をかぶった白装束の位の高そうな男たちばかり。男たちは何か呪文のようなものをブツブツと唱えていた。そしてその男たちをなんだなんだと野獣馬たちが集まり見守っていた。幼い頃の博士は
彼らが何をしているのかわからなかった。せいぜいお祓いか何かをしているのだろうと思い、終わったら家の中でくつろげるだろうと疑わなかった。だから、人だかりの少し後ろで、ただ見ていた。それが終わるのを。白装束の男たちの呪文を唱える声に少し力が入ったように聞こえた。すると、男たちの足元からじわじわと光の壁が浮き上がり、やがて麦樹の家を包み込んだ。麦樹は初めて見る光景に目を丸くした。自分は今、すごいものを見ているのではないかと思い始めた頃には、光が包んでいるのが自分の家だということを忘れていた。周りの野獣馬たちもその光景に歓声を上げていたが、その声はすぐにも悲鳴に変わった。光に包まれた麦樹の家の屋根の向こう側から鬼が姿を現したのだ。人間の3倍もの大きさの鬼は牙をむき出し、薄汚れた体をねじって苦しそうにもがいていた。じりじりと屋根の上まで這い上がった鬼の手に何かが握られている。それはまるで人形のようで、鬼が手を動かすたびに獅子がプラプラと揺れた。その人形のようなものは見覚えのある着物を着ていたが、いやそんなまさか、誰でも着ている着物じゃないか。麦樹は心の中で自分に言い聞かせた。人だ！人を握っているぞ。野獣馬の誰かが叫んだ。白装束の男たちの呪文を唱える声が少し小さくなったと同時に、家を包み込む光の壁が揺らいだ。鬼はその隙を見逃すまいと、歪み始めた光の壁に向かって飛び出した。ダメだ。今逃せばもっと人が死ぬぞ。白装束の男の一人が叫んだ。間一髪、鬼が光の壁を壊す前に、再び呪文を唱える声は大きくなり、光の壁はことさらに強く光る。光の中で鬼は地面に崩れ落ち、まるで幾重にも岩がのしかかっているかのように身動き取れずにいた。白装束の男たちの呪文はさっきまでのブツブツ言うような呪文ではなくなり、まるで歌を歌うかのような流れる呪文に変わった。すると光の壁は中の様子が見えなくなるほど光を増し、この世のものとは思えない鬼の雄たけびが地響きのようになった。次の瞬間、ズシンと大きな音がしたかと思えば、光の壁があった場所からすべてが消えていた。あの神々しい光も、鬼の姿も、家すらも跡形もなく消え、呪文を唱える声も消えた。野獣馬たちも静まり返った。まるで夢でも見ていたかのように、すぐには何も声が出なかった。白装束の男たちは何も言わずその場を去ろうと群衆をかき分けていた。その隙間から麦樹はもう一度よく見ようと覗き込んだが、家も鬼も
鬼が握っていた人形のようなものも何もかもやはり消えていた。麦寿はとっさに白装束の男の一人の前に踊り出て叫んだ。家は、家族は。麦寿は叫んだつもりだったが、声がかすれて大きな声は出なかった。白装束の男は少し驚いた顔をしたが、すぐに目をそらし、麦寿の肩をポンと叩いてその場を去った。麦寿は追いかけようかと思ったが、もしかしたらどこかに家族がいるかもしれない。そう思い、野獣馬たちの中を見て回った。しかし、どこにも家族の姿はなく、やっぱり男たちを追いかけて問い詰めるべきだったのではないかと自問したが、時すでに遅し、どこにも白装束の男たちの姿はなかった。こうして麦寿は突然にして天涯孤独の身どころか、家も食べるものもお金もなく、あるのは自分の体のみとなった。しばらくは生きるために食べ物を盗んだり、誰かの家の物置で寝泊まりしたり、見つかって追い出されたり、隠れたりを繰り返した。そうこうしているうちに、あの時何があったのか、噂話を耳にする機会が幾度かあった。噂話はとても簡素な話で、別の場所で暴れてた人食い鬼を陰陽師の筋の者たちが退治すべく追っていたと。そしてたまたまこの町に逃げ込んだ鬼がたまたま麦寿の家のあたりで囲まれて、たまたま麦寿の家と家族が巻き添えになったと。あまりものどうしようもない状況に、麦寿は憎しみや悲しみといった感情は湧き出てこなかった。あまりにも現実離れしたあの光景を目にし、あまりにも防ぎようのないその出来事を自分の人生とつなげることがなかなかできなかった。まるで他人事のような話で、でも突然に何もかもなくしてしまったことだけは実感できた。あの時、鬼が握っていたのは、おそらく自分の家族の誰かだったのだろうということも。何にしても、跡形もなく消えてしまったことで、あの場にいた人間も、麦寿も、日を追うごとに、まるで夢幻を見ていたかのように、うっすらとした記憶でしかなくなった。噂話もやがては消えた。まるで最初から麦寿は家族も家もなかったかのように、むしろあったことが夢だったのではないかと思うほどだった。しばらくして麦寿はそのまま何もかもなくした町から去った。そこで生きる意味も感じなかった。何も考えず外をさまよい、何も考えずいろんな町や村を転々と旅した。拳ほどの石を拾い、木に絡まるツタを引きちぎり、太い木の枝をへし折り、枝の先に石を固定してツタで巻きつけた。即席の武器だ。これで何か獣を狩ることができるだろう。そう思ったが、幼い麦寿にはなかなかうまくできなかった。しかし、それもやがて克服した。野生の勘は鋭かったようで、
野うさぎの出てきそうな場所に罠を張ったり、鳥の巣がありそうな木をよじ登って卵を見つけたりして、なんとかしのいだ。そこそこ狩りも上手くなってきて、イノシシを買った時は大喜びだった。これだけの大物を買ったぞ。どこかで売れるかもしれない。麦樹は山から付近の村へ必死でイノシシを引きずって運び、どこか買ってくれるところはないかと一軒一軒訪ねていった。ほとんどの家が怪訝な顔をした。子供がどうしてイノシシをといった顔だったが、麦樹はなぜ誰も買ってくれないのかと、ただただ不思議だった。数軒回ったところで、なぜかわかった。子供がイノシシを買っただと？お前嘘言っちゃいけねえよ。どこで盗んできたんだ？麦樹は驚いてイノシシをその家の前に放り出して必死に走って逃げた。せっかく大物を買ったと喜んだ気持ちは完全にしぼんでしまった。走りながら麦樹は涙が目尻から耳に向かって流れるのを感じながら思った。なんで怒鳴られたんだろう。なんで盗んだと思われたんだろう。自分ではすごいことだと思ったのに、なんでこんな目に遭うんだろう。しかし、それも数年もするとなくなった。野生に身を置くと見た目も野生となり、誰も盗んできたとは思わなくなった。麦樹は日銭を稼ぎながらも、やはりどこかの町や村に定住する気は起きなかった。それ以上に、たまに聞こえる妖怪の噂を聞くたびに、心が引きつけられるのを覚えた。あまり自覚はなかったが、麦樹にとって妖怪の存在が唯一、歌方の夢と化した家族の存在を自分に結びつけるものになっていったのだ。そしてあの日の光景が場面場面が切り取られた形でフラッシュバックした。白装束の男たち、光の壁、そして眩しい光。家族や家、鬼を一瞬で消し去ったあの力があれば、きっと突然命がついえることもないだろう。そう漠然と脳裏で感じたこの頃から、麦樹は妖怪退治屋を名乗るようになったのだ。普通の暮らしはきっともうできない。ただひたすらに妖怪に関わることが唯一の生きる道のような気がしていた。麦樹は川面を見つめながら過去に思いを馳せた。あの日の光景が心に突き刺さり、もはやそれ以前の生活を思い出せなくなるほどに、家の中の間取りももうぼんやりとしか思い出せないし、家族の顔ももう思い出せない。妖怪退治屋を名乗ったものの、今この瞬間まで一度も妖怪を退治したことはなかったし、妖怪が出たという噂が聞こえるたびに駆けつけてみるものの、大概はただの噂だったり、何もないのに妖怪の仕業にしていただけだったりと、妖怪の姿を見ることも、白装束の男たちの姿を見ることもなかった。それでも、麦樹の中に諦めるという感覚は芽生えなかった。妖怪の話になると、やっと生きた心地がするし、普通の生活の中では、まるで偽物の人生を
歩んでいるかのような感じがしていた。誰も爆児の過去の体験を知らない。誰もが爆児をただのバカだと思っていた。でも、そんなことはどうでもよかった。妖怪の話が出るところに俺様ありだ。爆児はふふんと鼻で笑った。さーて、ここの隣村で化け狐が出たって言ってたな。隣村ってこっからだとだいたい2日くらいか？よし、今夜はそこの橋の下ででも一晩過ごして、明日の朝出立だ。